どうもー、こんにちは。ガジェット系 VTuber です。いやー、先日新しい Apple Watch シリーズ10が発表されましたね。世間的には当たり前ですが iPhone の注目度が高いんですけれども、このガジェット系チャンネルでは Apple Watch に注目してみました。それでまず結論、 Apple Watch 買えってことなんですけれども、これはですね、かなりいいんじゃないかと思いますね。というわけで早速ですが、何が変わったかっていうのを見ていこうと思います。で、Apple Watch のホームページを見ていきますと、まずは最も大きいディスプレイを搭載しているってことで、見てこれめちゃめちゃでかい。まあ比較がシリーズ3なんですけどね、でっかくなってますと。で、それだけじゃなくて高視野角の OLED が採用されて、斜めからも見やすくなっていますね。さらに常時表示モードでリフレッシュレートが1分に1回から1秒に1回になって秒針が見られるようになりましたね。なんというか、より時計らしさっていうのを追求したディスプレイになって使いやすくなったっていう感じでしょうか。今回のアップデートで一番大きかったのはこのディスプレイ関係じゃないでしょうかね。それからケースに関してですけど、見てバチクソ薄くなってますね。さらに軽くもなっていて、アルミケースは前作のシリーズ9と比べて 10% 軽くなっているということですね。あとはそれ以外の部分で言うと、スピーカー再生ができるようになったとか、睡眠時無呼吸を通知してくれるようになったとか、水深と水温を計測できるようになったとか、30分で 80% 充電可能になったとか、いろいろと機能が充実しております。今回のアップデートは結構いいものになったのではないでしょうか。ということで Apple Watch シリーズ10というだけあって、アップルも力を入れてきている感をひしひし感じますのでおすすめですね。ちなみになんですけど、いつもは機械式時計を紹介しているんですけど、Apple Watch もいいなっていうことを再認識したいので、ここで改めて Apple Watch と機械式時計の違いを確認していこうと思います。まずは機能についてですが、機械式時計は基本的には時間を表示するという機能だけですね。あとは複雑なものになるとストップウォッチとかカレンダーとかアラームとか、そういった機能を持ったものもありますね。まあファッションアイテムという側面もありますが、基本的には時間を知るのみですね、機能としては。一方 Apple Watch ですけど、当然のことながら時間を表示するというのはできますし、機械式時計における複雑機構、ストップウォッチとか永久カレンダーとか、そういった一切のことができますね。そしてそれだけではなくて、携帯のいろんな通知を確認できたり、電子決済できたり、心拍数とかバイタルデータを測定できたりと、時計の枠を超えていろいろなことができますね。それから拡張性、機械式時計はバンドを変えるくらいでしょうか。一方で Apple Watch の方はバンドを変えるのはもちろんですが、文字盤も変えることができますね。で、それ以上に定期的に OS のアップデートがあるので、できることが増えたり操作性が良くなったりしますよね。変な話、ソフトの拡張性はえぐいですね。そして最後に時計自体の進化についてですが、最近の機械式時計の進化といえば、使用されている素材が変わっていることですかね。シリコンが使われるようになって磁気に強くなったりとか、その他にはここ数年でパワーリザーブが伸びたりもしていますね。総じて使いやすくなるような進化がなされています。とはいえですね、アンティークという分野もある通り、50年以上前のものも使えるので、そこまで劇的な進化と呼べるものはないのかもしれないですね。一方 Apple Watch はハード面では画面が大きくなったりとか薄くなったりとかはもちろん、いろんなセンサーがついてバイタルデータが測れるようになったりとか、あとはチップが高性能になったりして、とんでもないスピードで進化していますね。ソフト面の方もそれに合わせていろいろとできるようになるということで、2015年に初代 Apple Watch が誕生してから10年足らずで機械式時計とは比較にならないほどの進化を遂げていますね。正直将来的に何ができるようになるのか楽しみではありますね。というわけで、機能的な部分、そして進化スピードで言えば圧倒的に Apple Watch がすんごいということで、これは Apple Watch 買うしかねえってことですね。ちょ待てよと、いやー気づいちゃったんですよね、大事なことに。ハードが進化しまくるってことはどんどん新しくなるってことですよね。新しくなるってことは買い替えなきゃいけない。
Apple Watch の方は使い続けるのであれば買い替えなきゃいけない。これ結構重要なポイントだと思うんですよね。で、じゃあ逆に機械式時計の方はというと、機械式時計はあんまり変わらないじゃないですか。だから長く使える。よく一生ものなんて言いますけど、メンテナンスさえすればずっと使えるんですよね。って考えていくと、物として愛着が湧くのはどっちかって言ったら機械式時計やろ。そうだ、みんな高級時計を買おう。いやー、何が言いたいかというと、結局 Apple Watch もいいけど機械式時計にも興味を持ってくれると嬉しいなってことですね。はい。ちなみになんですけど、こんなこと言ってますが、私はスマートウォッチ反対派ではなくて、どちらかというと推進派ですね。というのも、スマートウォッチが登場する前って腕時計してる人相当減ったじゃないですか。なんですけど、Apple Watch をはじめとしたスマートウォッチが登場してから腕時計している人が増えたと思うんですよね。つまりですよ、スマートウォッチの普及によって腕に時計をつけることが習慣になる人が増えると。そうなるとワンチャン高級時計に興味を持ってくれる勢が増えるかなと期待してるんですよね。だから時計を使う第一歩として Apple Watch をはじめとしたスマートウォッチを推進したいですね。はい。それでは最後に名言を放って終わりにしたいと思います。シンプルだからこそ美しいものってあるんすよね。以上、ガジェット系 VTuber がお送りしました。バイバイ。